お久しぶり。もうだよ。さて今回は、去年12月に発売されたフラクタルデザインの新型ケースでパソコンを組んでいく動画。今回も代理店の株式会社アスクさんから提供をもらったよ。むふふ。このケースね、もうなんか、私の好みドストライクすぎる仕様で、辛抱たまらんって感じだから早速紹介しちゃうよ。今回使っていくのは、フラクタルデザイン、ノース。この子を見ての通り、フロントは木目、サイドとトップはメッシュっていう、まあ普通じゃまず見ない組み合わせのケースでね。木の部分は本物のオーク材を使ってるし、塗装はしっかり粉体塗装で質感もなかなか。足部分とか電源スイッチもこんな感じに、細かいところまでめちゃくちゃこだわって作られてるっていう。正直、PC ケースとは思えないくらいのおしゃれさで、見た瞬間、これで組みたいなって思わせてくれるケースだったね。パソコンのケースって、作る人の個性が一番出やすいパーツだし、多少高くても自分の心に刺さるやつを選びたいんだよね。そんな感じで、本当に誰とも被らない、スタイルがおしゃれなケース。それがノースというわけだね。さて、見た目だけじゃなくて中身の話もしていこう。中身もなかなか面白いんだよ。ということでまず基本的なスペックから。このケースは、一般的なミドルタワーの ATX ケース。どちらかというとコンパクトめかな。だけど、CPU クーラー高さは最大 170mm まで対応してて、空冷クーラーなら大体入るよ。グラボも 355mm の長さまで対応してるから大体入るけど、最近の RTX4090 搭載の大型なグラボだと入らない場合があるからそこは気をつけてね。そして簡易水冷も、フロントに 360mm とトップに 240mm のラジエーターが搭載できる。けど両方とも、幅とか厚みに結構制限があるから、しっかりとマニュアルとかで使用を確認した方がいいかも。他のところだと、ストレージ類が 3.5 インチが最大2機、2.5 インチが最大4機搭載可能。フロントパネルはケース上段についてて、タイプ C ポートが1つ、タイプ A ポートが2つ。そして、マイクとヘッドフォンの音声端子の構成だね。最後にバリエーションと価格についてだけど、カラーがチョークホワイトとチャーコルブラックの2色。それぞれ側面がメッシュかガラスかで選べるよ。そしてお値段が26,000円くらい。木とか塗装にこだわってる分、価格はものすごく高いね。さて、基本スペックをおさらいしたところで、今度は実際のケースを見ながらもっと掘り下げていこう。この子を見ての通り、エアフローを重視した通気性のいい設計をしてるよ。特にここのフロント部分はすごいね。木の部分がちゃんと風を取り込むスリットになってて、デザインと実用性が両立してる。他のところも全体的に通気性を重視してる感じで、最近のケースだとよく塞がれがちな電源部分もかなり広めに穴が開けられてるから、セミファンレスな電源とも相性がいいと思う。そしてファンについては、フロントに 140mm が2つ、それか 120mm3 つ。トップが 140mm を2つと、リアに 120mm が1つ搭載できるね。あと拡張カードスロットのところだけど、ここにも 80mm ファンが1つ搭載できるよ。なかなか変なところにつくね君。そしてメッシュモデルだと、これに加えてサイドブラケットが付属してて、これを使うことでこんな感じに 140mm ファンを2つ搭載できる。このサイドブラケットは3段階に固定ができて、側面のメッシュパネルから冷たい風をダイレクトに取り込むことができるよ。これを使って水冷で不足しがちな空冷性能を補ったり、グラボを直接冷やしたり、いろいろできるね。ただ一つだけ気をつけるところがあって、このブラケット、空冷クーラーとの相性があまり良くないんだ。というのも、相性が出にくいって言われる 120mm のサイドフローでも接触する確率が高めなんだよね。ここは空冷クーラーでも使いやすいように、小さめな 120mm ファン用のサイドブラケットを別売りで販売してほしいところ。そんな感じだから、このブラケットはどちらかというと、水冷クーラーで使うのがおすすめかな。と言っても、このケースはさっきも言った通り、通気性がかなりいいから、サイドブラケットがなくても空冷クーラーとの組み合わせはおすすめだよ。そしてフィルター類はシンプルで、フロントとボトム、2つのフィルターがついてる。最近のケースらしく、ツールレスで取り外しできて、ボトムのフィルターは後ろからスライドするタイプだね。さて、そしたらこのケースの裏側を見ていこう。ケースのパネルは、基本ネジを外した後、スライドで取り外すタイプ。トップだけは、革の部分を引っ張ることで取り外せるよ。開けた裏側はこんな感じで、裏配線スペースは比較的シンプルかな。配線幅も一番狭いところで 1.5 センチくらい。
この手のコンパクトめな ATX ケースでは標準的で、シンプルに組み立てるならまず問題ない広さ。ただ、ファンを光らすための配線とか、ハードディスクの配線とかゴテゴテつけすぎると、スペースがかなりきついから、そういう人はもっと大きめなケースを選んだ方がいいね。そして上部には、フラクタルお得意のファンハブが搭載されてて、最大4つのファンを同時に制御できるよ。このファンハブは取り外しもできて、こんな感じにケースの後ろに取り付けもできる。ここ天才ポイント、水冷で組むならこっちに移動した方が配線すっきりしそうだね。そして最後に、ストレージ類はこんな感じに、2.5 インチが2つ搭載できるトレイが1つと、3.5 インチ用のドライブベイが2つ付属してるよ。このドライブベイは、2.5 インチ SSD と 3.5 インチのハードディスクが1つずつ搭載できるちょっと特殊な作りで、ハードディスクの方はしっかり防振ゴムがついてるのが好感度高いね。このベイは5箇所に取り付けができて、使う電源とかに合わせて調整できるよ。ただ一番端はハードディスクと SSD、どちらか一つしか搭載できないから注意してね。と、ノースの紹介はこんな感じ。価格は高いけど、見た目と質感の良さ、そして通気性をハイレベルで両立したなかなか優秀なケースだね。ただフィルターとかサイドパネルの整備性周りなんかは価格の割に普通だから、それを求めるなら別のケースのがいいけど、この木目とメッシュのオンリーワンでおしゃれな組み合わせ、これにビビってくる人なら買って間違いないケースだと思うから、ぜひ頭と財布を空っぽにして買ってみてね。さて、ノースの紹介が終わったところで、次は実際にこのケースを使ってパソコンを組んでいくよ。今回は株式会社アセクさんに加えて、アスロックジャパンさん、ゾタックジャパンさんからも提供を受けて組む自作 PC。パーツ一つ一つこだわって組んでるから、ぜひ見てくれたら嬉しいね。ということで、制作風景をどうぞ。むふふー。いいでしょう。特にこの空冷クーラーのギチギチ感がお気に入りポイント。うへへ、たまらないね。裏配線もこんな感じに結構頑張って組んだんだよ。褒めて褒めて。そういう配線を考えるのもなかなか楽しいよね。さてそれじゃあ、今回のマシンを解説していくよ。この子を一言で言うなら、超万能なマルチロール機だね。スペック自体はこんな感じに、Ryzen 7の 7700X と RTX3070 を組み合わせた最新のゲーミング構成なんだけど、SSD を大容量の 2TB、メモリも 32GB2 枚の 64GB を乗せて、ゲーム配信とか動画編集、DTM みたいな本格的なクリエイティブ用途もカバーできるようにしたよ。そしてそういう用途だと、
キャプチャーボードとかオーディオインターフェースみたいな USB 機器を多くつなげると思うんだけど、そういうのを想定して今回は、アスロックの B650 ライブミキサーを採用。この子はこんな感じに背面の USB が多いのが特徴で、その上、下の10ポートは内部的に分岐しないで CPU やチップセットに直結してたりするから安定性がものすごい高いんだよね。これのおかげで接続不良をかなり減らせるから、USB 機器をたくさん使うクリエイターさんはもちろん、ボイチャ目的で高性能なマイクとかインターフェースを使うゲーマーさんなんかにもおすすめできるマザーだよ。そして今回はさらに Wi-Fi と Bluetooth、10GB のネットワークカードと Mac とかでよく使われる Thunderbolt 4の拡張カードを増設。よりインターフェース機能を強化してるよ。特に Thunderbolt 4なんかは給電とデータ転送を一気にできるから、こんな感じに対応してるモニターや液タブを用意すれば Type-C 一本でつなげるようになったり、こういう便利な端子をガンガン増設できるのもライブミキサーの特徴だね。そしてグラボはこれに合わせて RTX3070 の中でも Zotac のツイン HOC モデルをチョイス。というのも、この子は3070の中でもコンパクトに作られてるのが特徴で、厚みが2スロットと薄いから、今回みたいに下に拡張カードが入っても余裕を持って搭載できるんだよね。そしてそんなコンパクトボディだけど、しっかりと RTX3070 を冷やす工夫がされてて、こんな感じにファンには個別制御ができる 100mm と 90mm の結構大きめなやつを使ってたり、ヒートパイプも5本と、このサイズでは結構多めに搭載してたり、バックプレートも金属製のしっかりしたのがついてたりして、小さいながら冷却性能を上げる工夫をしてるのがポイント。取り回しの良さと冷却性能のバランスがいいグラボだね。そして接続端子の多彩さ以外にも、この子は静音性も売りの一つで、ファンコントロールっていうフリーソフトを使って、ケース、CPU、グラボのファンを一括制御、全体的に静音性を重視した設定にして、特にケースファンについては、グラボの温度で回転数を変えるようにしてるのがポイントだね。グラフにするとこんな感じ。調整前はグラボの温度が上がっても、ケースファンの回転数が上がってないけど、調整した後は温度が上がるにつれて、ファンの回転数も上がってるでしょ？基本的に、マザーボードの BIOS を経由するファン制御だと、CPU かマザーボードの温度でしか、ファンの回転数を制御できないんだけど、このソフトは Windows 上で起動するから、CPU やマザーボード温度はもちろん、グラボや M.2 SSD の温度でファンを制御できるんだよね。便利。もちろんこれはメーカー純正のソフトじゃないから、少し温度計測とかで正確じゃないところもあるけど、最近はゲームはもちろん、動画のエンコードとか画像処理とか、長時間負荷のかかる処理をグラボがするシーンが増えたし、そもそもグラボの発熱量がかなり増えてきたのもあって、ケースファンをグラボ温度で制御したいなって思うことが多いね。そしてグラボに関してはこれに加えて、Zotac の純正ソフト、Firestorm を使ってグラボに電力制限をかけてるよ。というのも、ツイン HOC モデルって、その名前の通りオーバークロック仕様のモデルになってて、デフォルトだとガンガン性能を上げて、ファンも2000回転以上と、かなり高回転に回る仕様になってるんだよね。その分凄まじいクロックと冷却性能になってるんだけど、回転数の分、どうしても音が気になるから、ここは私好みの挙動に調整。電力を1割カット、目標温度も80度にして低発熱にした上で、ファンの回転数をがっつり絞る。こうすることで、ファンの回転数を 2000rpm から 1400rpm までがっつり落とせたよ。実際の動作音がこんな感じ。温度についても 3D マークのスピードウェイストレステストっていう 3D ゲームのとにかく重い負荷をかけて80度程度と、さすがに調整前よりは温度は上がっちゃったけど、それでもゲームはもちろん動画書き出しみたいな長時間負荷をかける作業でも余裕で動作できるくらいに収まってる。ただ電力制限をかけたから性能は少し下がってて、このベンチだとだいたい 3% くらいスコアが落ちたね。実際のゲームシーンではもう少し負荷が下がるから、そういう時は電力制限を解除してみてもいいかな。そして CPU についてはこんな感じで、調整前調整後、両方とも95度くらい。高くねって思う人がほとんどだと思うけど、実はこれが 7700X の正しい挙動で、
この子は電力制限の許す限り、95度になるまでできるだけブーストしまくって、クロックと性能を引き上げる調整になってるんだよね。つまり、クーラーの冷却性能が強いならがっつりブーストするし、逆に弱いならそれに合わせてクロックと性能を抑えて発熱を引き下げるってわけ。もちろん95度でも製品寿命には影響ないってメーカーが公表してるし、どんなクーラーでも勝手にいい感じに動作してくれるから、分かれば扱いやすい仕様だけど、初めて見るとびっくりする挙動だよね。ただこうなると、デフォルト設定で CPU ファンがフル回転しちゃってかなりうるさいから、今回は95度でもファンの回転数を抑えることで静音化を狙ってるよ。シネベンチ R23 で CPU に最大まで負荷をかけた時の音がこんな感じだね。こっちもかなり静か。ファン回転数を下げれば冷却性能も下がるわけだけど、さっき言った通り、それに合わせてライゼンが自動でクロックを下げてくれるから問題ないよ。もちろんクロック分、性能は少しだけ下がるんだけど、それでも数%の差で、音はがっつり静かになるからこっちのが好みかな。という感じで、新しいマシンの紹介だったよ。ゲームからクリエイティブ用途まで広く対応できる性能。接続端子の多彩さや静音性、そして何よりこのおしゃれな見た目で私好みのいいパソコンが組めて満足だね。このマシンや使ってるパーツについてもっと知りたいこととかあったら、ぜひコメントとかツイッターとかで質問してくれれば、なるはやで返すからよろしくね。ということで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。